も、おものりももです。このチャンネルでは死亡遊戯で飯を食うや、ようこそ実力至上主義の教室への感想や考察動画をアップしています。毎週水曜日には死亡遊戯の同時視聴配信も行っているので、ぜひチャンネル登録して遊びに来てください。というわけで、先日の配信で無事にスクラップビル編が完結しましたが、皆さんいかがでしたでしょうか？視聴を終えた原作勢から様々な悲鳴が上がっていましたね。私も今までのアニオリの表現などから期待値がかなり上がっていただけに若干ショックを受けたのですが、これも新たな解釈なんだなと受け入れることにしました。一体どんな点が原作勢の頭を抱えさせてしまったのか、原作とアニメの描写を比較しながら解説していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まずはじめは謝れよと迫る勇気のシーンから始まりました。ここのね、ふざけないでくださいましがね、先週から非常に楽しみだったのですが、ようやく見ることができました。試しにいろいろな言語で聞いてみたのですが、抑揚の漢字などが多種多様で面白かったので、皆さんも聞き比べしてみてください。くださいましという日本特有の独特な言い回しをした見知らの魅力は、他の言語で表すことが難しいですよね。その後、ゴールを目指して走っていたミシロが狼に襲われるシーンがありますが、勇気の助け方に若干の違いがありました。アニメでは襲われているところを勇気に助けられましたが、原作やコミックスではミシロが襲われる前に、勇気が飛び蹴りでミシロを吹き飛ばすことで致命的な一撃を受けることを免れました。ここの飛び蹴りのシーンは少し楽しみにしていただけにショックでした。その後、琴葉が投票についての話を知恵に教えている際、ケイトがトイレから戻ってくるシーンがあります。ここはアニオリの描写でした。後々大切になってくるので、このシーンについて頭の片隅に置いておいてください。ミシロ、勇気が合流して投票が始まるまでの流れは基本的に同じです。X で物議を醸していたアニオリ描写は知恵の死亡シーンからです。知恵の部屋のモニターに映し出された最多票獲得者の名前がついた瞬間、アニメでは「え？」で終わってしまいましたが、原作ではここからが始まりです。え？私なの？なんで？誰？私に入れたの？琴葉？私には入れてないよね。私ちゃんとケイトに入れたよ。なんでなの？私何か悪いことした？何もしていないからだ、とミシロは思う。とあるように、ここでアニメでは語られることのなかったミシロが知恵に投票した理由が判明します。続けて知恵は、なんでだよ。なんでケイトじゃなくて私なの？あのおべっか使いのどこがいいの？ミシロ見てなかったの？あいつ私よりも先に逃げたよ。逃げてる最中笑ってたよ。ミシロの心配よりも自分が襲われなかったって安心が先に来てたんだよ。私よりあいつをやるべきじゃないの？ねえ、なんとか言えよ。あと5分しかないんだよ、こっちは。絶対に許さない。呪ってやる。呪ってやる、呪ってやる、呪ってやると繰り返し叫びながら毒ガスを吸わされて絶命します。何の取り柄もない普通の少女であった知恵が死の間際で人間の本性をさらけ出す。これこそがデスゲーム作品の魅力の一つだと私は思います。実際先週の3話が終わってから知恵には申し訳ないんですけども、知恵の絶叫シーンを一番楽しみにしていました。ゴーストハウス編では葵の絶叫が素晴らしかったですからね。どうしてこのような改変をしたのか。理由はエージェントたちが迎えに来るシーンにあったと思います。アニオリ描写である知恵のエージェントが知恵であったもの、防腐処理の綿々を集めているシーンですね。ここのシーンは個人的にもかなり衝撃的で、知恵のエージェントに感情移入してしまい、ちょっとうるっときました。まだ5回目の挑戦とはいえ、2人の間にはそれぐらいの絆があったんだなということを表してくれる名シーンでした。エージェントさんたちが初登場ということで、アニメ勢の方に解説させていただきます。エージェントとはいわば芸能人のマネージャーのような存在です。デスゲームの開催のお知らせを持ってきて、参加不参加を問われます。参加する場合は睡眠薬で眠らされて、その間にエージェントが会場まで運搬してくれます。デスゲームクリア後、また眠らされたプレイヤーを自宅まで届けるのがエージェントの仕事です。個人的には淡々と仕事をこなすロボットのような印象が強かったので、今回の知恵のエージェントが深く悲しんでいるシーンで、
エージェントも一人の人間なんだなと感じることができました。知恵のエージェントにより感情移入してもらうためにノイズとなってしまう知恵の暴言シーンがカットされてしまったのかなと思います。ただやはりその意図と分かっていても、個人的に見たかったのは絶叫シーンだったなと思います。ここに加えて議論が交わされている問題がもう一点あります。投票問題ですね。わかりやすく解説するために自前の投票用紙は1票、紛失者用の部屋に用意されていた投票用紙は 0.5 票とします。ミシロは知恵に投票しました。これはアニメ原作共通で自前のものではなかったので 0.5 票。琴葉はケイトに投票しました。アニメではユウキから投票用紙を返してもらっていたので1票でしたが、原作では琴葉の紙はそのままユウキが使用しているので 0.5 票となりました。そしてユウキのランダム投票ですが、これはアニメ原作ともに知恵で確定しています。ここからが原作とアニメが変わっていた点です。ケイトは原作ではミシロと同じ何もしていないからという理由で知恵に投票していましたが、アニメではケイトは琴葉に投票しました。この理由ですが、先ほど触れたトイレの下りのシーンを一度ご覧ください。あの子も随分お人よしだよね。あれだけ喧嘩してたミシロを助けに行くなんて。そんなんじゃないと思うよ。え？あの人、見た目よりずっと怖い人かも。なんでそう思うの？教えたら一つ貸しにしてくれる？どういう意味？いいから、するって約束して。ただいま。おかえり。おかえり。ちょっと意味深な間がありますよね。おそらく投票ギミックに気づきながらも自分にその情報を共有してくれなかったことに腹を立て、琴葉に投票したものと思われます。そして知恵の投票先です。ここで原作同様ケイトに入れていれば自前票が2票となるので、タイブレークの末ケイトが処刑されていました。なので消去法で知恵が投票したのはユウキかミシロの2択となります。X ではどちらのパターンも考察が流れていたので共有させてください。まずはユウキに投票していたパターン。これはミシロがユウキと揉めていたり、ユウキ自体を気に入ってなかった点を考慮し、ミシロならユウキに入れるんじゃないかという読みでユウキに入れたという説ですね。もう一つはミシロへ投票したパターン。実は知恵がミシロへ不満やリーダーとしての資質が欠如していることに気づくシーンがアニオリ描写で増やされていました。こういった不満の蓄積からミシロに投票したんじゃないかという説ですね。個人的にはこれが一番答えに近いんじゃないかなと思っています。もちろんね、正解はないんですけどね。知恵だったりケイトだったり琴葉だったりが嘘のね投票先を言ってる可能性もなくはないので、正解はそれぞれあると思うんですけど、個人的に一番好きなのはこの知恵がミシロへ投票したというパターンの説ですね。全く罠に遭遇していミませんわ。シロが狼に追われてからケイトと2人で行動していたことから、ケイトとの距離は縮んでいたためケイトへ投票するという選択肢がそもそもなかったんじゃないかなと思いますね。その結果が結末へ導いたということですね。私は原作で脳が凝り固まってしまっていたので、この考察を聞いた時にもやが晴れたような気持ちよさがありましたね。投票の構成に関してはアニメの方がより現実味があっていいなと思いました。あと勇気の持っている4票についてですが、自前、机の中から見つけたもの、6人目から漁ったもの。原作では琴葉の投票用紙だけど、アニメではミシロが落としたバッグから漁ったものの合計で4枚かと思われます。間違ってたら申し訳ないです。最後に
エージェントの見た目の変化についてですね。勇気のエージェントは見た目にほぼ変化はありませんでしたが、ミシロのエージェントがかなり大幅に変更されていました。コミックスでは妖術でいう天沢のようなツインテの煽り上手な女の子だったのですが、かっこいい感じの人に変わっていましたね。男性か女性かは判別できませんでしたね。個人的にはミシロにぴったりのエージェントだなと思ったんですけども、知恵の死亡シーンがカットされたことによる不満からのね、飛び火という部分もあるのかなと思いました。エージェントに関してはね、そこまで登場シーンがあるわけではないので、そこは別物として楽しみましょう。ということで4話の解説動画でしたが、いかがでしたでしょうか。視聴後に抱えていたモヤモヤを少しは解消できましたでしょうか。少しでも役に立った、面白かったという方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。とりあえずね、ゲームが一区切りということで、皆さんのここまでの感想などをぜひコメントで教えてください。その際、原作勢かアニメ勢かの表記をしてくださると助かります。いただいた感想コメントは動画や配信で引用させていただく場合がございますので、よろしくお願いいたします。そしてスクラップビル全体の解説動画も改めて作成する予定なので楽しみにしていてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。